皆さん、こんにちは。意外と知らない話です。今回は日本人のほとんどが知らない歴史、豊臣秀吉と大航海時代についてお話ししていきます。大航海時代と当時の日本。突然ですが、皆さんは大航海時代と聞いて何を思い浮かべますか？ポルトガルやスペインの冒険家たちがヨーロッパを飛び出し、世界中の海を駆け巡った時代。コロンブス、マゼラン、バスコ・ダ・ガマといった有名な探検家たちが次々と新しい大陸や航路を発見していった時代。そんなイメージを持っている人が多いと思います。でも実はこの大航海時代って日本にとってもめちゃくちゃ重要な時代なんですよ。なぜならこの時代にヨーロッパの国々がアジアやアフリカに進出し、多くの国々を植民地にしていったからです。そして日本も例外ではありませんでした。特に16世紀後半の日本は戦国時代の終わりを迎えようとしていました。織田信長が天下統一を目指し、その後豊臣秀吉が天下を手に入れる。ちょうどその頃ヨーロッパの国々もアジアを狙って動き始めていたんです。さあ、ここからは日本がヨーロッパの植民地になりかけたという驚きの事実を見ていきましょう。スペインへ送った豊臣秀吉の書簡。さて、ここで注目したいのが豊臣秀吉がスペインに送った書簡です。秀吉は1587年にバテレン追放令を発令しました。バテレンとは当時日本にいたキリスト教の宣教師たちのことです。秀吉は彼らに対して日本での布教を禁止するという厳しい命令を出しました。でもただ布教を禁止しただけじゃないんです。秀吉はさらに当時フィリピンを支配していたスペインにも書簡を送りました。お前たちが日本で勝手に布教活動をしているのは知っているぞ。日本を植民地にしようとするつもりか？そんなことは絶対に許さない。これめちゃくちゃ強気ですよね。でも秀吉がこんなに警戒していたのには理由があります。実は当時のスペインにはある恐ろしい戦略があったんです。それが征服のための布教という戦略。スペインはまず宣教師たちを送り込んで現地の人々をキリスト教に改宗させます。その後キリスト教徒になった現地の人々を利用してその国を乗っ取ってしまう。つまり布教活動を隠れ蓑にして植民地支配を進めていたんです。このやり方でスペインはフィリピンを植民地にしました。そして次のターゲットとして狙っていたのがそう日本だったんです。でもそんなスペインの策略を秀吉は見抜いていました。だからこそバテレン追放令を出し、さらにスペインに警告の書簡を送ったんですね。でもここで気になるのが、なぜスペインやポルトガルは日本を植民地にしたかったのかということです。この驚きの真相についてさらに深掘りしていきます。日本はスペインとポルトガルに狙われていた。皆さん、スペインやポルトガルがどれほど世界中で勢力を拡大していたかご存知ですか？15世紀後半から16世紀にかけてヨーロッパの国々は次々とアフリカやアジア、アメリカ大陸へと進出していきました。ポルトガルはインドや東南アジアに進出し、マカオやゴアといった重要な拠点を築きました。一方、スペインはフィリピンを征服し、さらにメキシコや南米の広大な領土を支配していました。でもなぜ彼らはこんなにも積極的に世界中に進出していったのでしょうか？答えはシンプル。金と銀、そして貿易です。当時のヨーロッパではアジアの香辛料や絹、陶磁器などが非常に高価な商品として取引されていました。特に日本は金と銀の産出国としてヨーロッパ人にとって非常に魅力的な国だったんです。実際日本は16世紀から17世紀にかけて世界最大級の銀の産出国でした。そのためスペインやポルトガルは日本を支配することで貿易の独占を狙っていたんです。しかし彼らが日本を植民地にするにはある大きな問題がありました。それは日本の戦国武将たちがめちゃくちゃ強かったということ。スペインやポルトガルが植民地にしていた国々の多くはヨーロッパの最新兵器に対抗できるほどの軍事力を持っていませんでした。でも日本は違います。
日本の戦国武将たちは火縄銃や大砲を駆使し戦国時代を生き抜いてきた猛者たちです。しかも日本の戦国武将たちはヨーロッパの最新兵器を独自に改良し、さらに強力な武器を作り上げていました。その代表的な例が国友鉄砲。日本の鉄砲職人たちはポルトガルから伝わった火縄銃を改良し、さらに高性能な武器を生み出していたんです。こうした日本の強さを知ったスペインやポルトガルは簡単には日本を征服できないと考えました。だからこそまずは宣教師たちを送り込み、内部から日本を支配しようとしたんですね。しかしその策略を見抜いていたのが豊臣秀吉だった。さあ、そんなスペインやポルトガルの裏の顔についてさらに詳しく見ていきましょう。布教活動熱心な宣教師の裏の顔とは。さて、ここまでの話でスペインとポルトガルが日本を狙っていた理由が分かりましたね。でも彼らはなぜ直接的な武力侵略ではなく布教活動を通じて日本を支配しようとしたのでしょうか。実は彼らにはある成功体験があったんです。それはフィリピンの征服。フィリピンはもともと多くの部族がそれぞれの地域を支配していた国でした。そこへやってきたのがスペインの探検家フェルディナンド・マゼランです。マゼランは1521年フィリピンに到達すると、まずは宣教師を送り込み、現地の人々をキリスト教に改宗させました。そしてキリスト教に改宗した部族長たちと同盟を結び、反対する勢力を武力で制圧。こうしてスペインはフィリピン全土を支配することに成功しました。この宣教師を先に送り込み、キリスト教徒を増やして支配するという戦略こそがスペインの植民地政策の基本だったんです。だからこそ彼らは日本にも宣教師を送り込みました。その中心となったのがイエズス会のフランシスコ・ザビエルです。1549年、ザビエルは日本に上陸し布教を開始。彼は日本の文化や風習を学びながら巧みにキリスト教を広めていきました。そして多くの戦国大名たちもキリスト教を受け入れていきます。特に九州地方では多くの大名がキリスト教に改宗しました。その代表が大友宗麟です。大友宗麟は自らキリスト教徒となり、日本初のキリシタン大名として知られるようになりました。さらにキリスト教を庇護し、領内に多くの教会を建設しました。一見するとこれは平和的な布教活動のように見えますよね。でも実際にはその裏にとんでもない事実が隠されていたんです。それはキリスト教を受け入れた大名の領地では奴隷貿易が行われていたということ。日本で奴隷貿易と思うかもしれません。でもこれは歴史的に確認されている事実なんです。イエズス会の宣教師たちは日本で布教を進める一方で、日本人を奴隷として海外に売り飛ばすというとんでもないことをやっていました。特に長崎や平戸などの貿易港では日本人女性や子供がポルトガル商人によって連れ去られ、マカオやゴア、現在のインドへと売られていったんです。この奴隷貿易はポルトガルが世界中で言っていたもので、日本もそのターゲットになっていました。そしてそんなポルトガルと密接な関係を持っていたのがキリスト教の宣教師たちだったんです。こうした事実を知った豊臣秀吉はとても激怒しました。日本人が奴隷として売られるだと、ふざけるな。こうして1587年、秀吉はバテレン追放令を発令。宣教師たちを国外追放し、キリスト教の布教を禁止したんです。しかしここで気になるのが、なぜ秀吉はキリスト教を完全に禁止しなかったのかということ。実は秀吉はキリスト教を完全に排除するつもりはなかったんです。では彼の本当の狙いとは何だったのか。このバテレン追放令の背景についてさらに詳しく掘り下げていきます。バテレン追放令の背景と秀吉の意向。さてここまでで秀吉がバテレン追放令を発令した理由が分かりましたね。でもここで一つ疑問が湧いてきませんか？なぜ秀吉はキリスト教を完全に禁止しなかったのか。実は秀吉は単純に
キリスト教を嫌っていたわけではありません。むしろ彼は当初キリスト教の布教を容認していました。ではなぜ突然バテレン追放令を出したのでしょうか。その背景にはいくつかの重要な要因がありました。1、スペインとポルトガルの脅威。前章でも触れたようにスペインとポルトガルは布教を通じて国を植民地にするという戦略を持っていました。秀吉はフィリピンの事例を見てこれは危険だと判断したんです。もし日本の大名たちが次々とキリスト教に改宗してしまったら、スペインやポルトガルの思うがままに日本を操られてしまうかもしれない。それを防ぐために秀吉はキリスト教の布教を制限することにしました。2、貿易のコントロール。実は秀吉はキリスト教の布教よりも南蛮貿易、ポルトガルとの貿易に注目していました。ポルトガルは貿易の一環として宣教師を日本に送り込んでいました。そしてキリスト教を広めることで日本の貿易を自分たちの有利な条件で進めようとしていたんです。秀吉はそれを阻止するためにバテレン追放令を出しました。でも完全に貿易を止めると日本にとっても不利益が生じる。だからこそ貿易自体は続けながら布教活動のみを制限するという形をとったんです。3、日本国内のバランス維持。当時日本国内ではキリシタン大名と仏教を信仰する大名が対立し始めていました。キリスト教の勢力が拡大しすぎると日本国内のバランスが崩壊してしまう。それを防ぐためにも秀吉はキリスト教を抑える必要があったんです。こうして1587年にバテレン追放令が発令されました。しかしここで一つ問題が。この追放令本当に守られていたの？実は宣教師たちは密かに布教活動を続けていました。そしてそれを支援していたのが長崎のキリスト教徒たちでした。そんなキリスト教に占領された長崎の実態についてさらに詳しく見ていきます。キリスト教に占領された長崎の国内領土。さて前の章では秀吉がバテレン追放令を出した背景について解説しました。しかしこの追放令が出たからといってすぐにキリスト教がなくなったわけではありません。むしろある地域ではキリスト教の勢力がさらに強まり、日本国内にありながらまるで外国の植民地のような場所になってしまったんです。それが長崎。そう、長崎は日本国内でありながら完全にキリシタンの町となっていたんです。一体なぜそんなことが起こったのか。ここからは長崎がキリスト教に占領されていった経緯を見ていきましょう。長崎がキリスト教の拠点になった理由。長崎はもともとポルトガルとの貿易港として発展していました。16世紀半ば、九州の戦国大名である大村住忠が長崎をポルトガル商人に開放し、キリスト教を保護する政策を取ったことが始まりです。大村住忠はキリスト教に改宗した日本初のキリシタン大名の一人であり、自らの領土をイエズス会に寄進するという大胆な行動に出たんです。つまり長崎の土地は一時的に日本の領土ではなくイエズス会のものになっていたということ。これは今の感覚で言えば日本の一部を外国の宗教団体に譲り渡したようなものです。これにより長崎はポルトガルとキリスト教の影響を強く受ける町となっていきました。長崎でのキリスト教の支配体制。長崎ではイエズス会が学校や病院を設立し、多くの日本人をキリスト教に改宗させました。そしてポルトガルとの貿易を独占し、莫大な利益を得ることに成功しました。さらに長崎では日本語よりもポルトガル語が広まり、町の至る所に教会が建設されていきました。つまり長崎は日本でありながら完全にキリスト教の支配下にあったということです。しかしここで問題が発生します。長崎での奴隷貿易。ポルトガルとの貿易が活発になると、長崎は日本最大の国際港として繁栄しました。しかしその一方でここでは日本人の奴隷貿易が行われるようになっていたんです。キリスト教に改宗した日本人女性や子供たちがポルトガル商人によって
マカオやゴアに売られていく。まるで長崎は日本の中の奴隷市場となってしまったかのようでした。この状況を知った秀吉はますます激怒。長崎をポルトガルに乗っ取らせるわけにはいかん。こうして1588年、秀吉は海賊取締令を発令。この法令によってポルトガル商人による奴隷貿易を禁止し、日本人が海外へ売られることを防ぎました。さらに秀吉は長崎を日本の正式な領土として管理下に置くことを決定。1592年には長崎の行政を直接統治する体制を確立し、ポルトガルの影響力を徐々に削いでいきました。しかしこの長崎の問題が後の徳川幕府による鎖国政策へとつながっていくことになるんです。ではなぜ秀吉はそこまでしてスペインやポルトガルの影響を排除しようとしたのか。彼らの本当の狙いについてさらに詳しく掘り下げていきます。スペインとポルトガルによる中国への侵略。さてここまでで日本がスペインとポルトガルの脅威にさらされていたことが分かりました。でも実は彼らの本当の狙いは日本だけではなかったんです。そう、中国。スペインとポルトガルは16世紀から中国への侵略を本格的に進めていました。なぜなら中国は当時世界最大の経済大国であり、莫大な富を持っていたからです。彼らがまず目をつけたのはマカオ。ポルトガルによるマカオの支配。1557年、ポルトガルは中国の明王朝からマカオの租借権を獲得しました。ここを拠点にして中国との貿易を独占しようとしました。そしてマカオをアジア貿易の中心地にすることでさらに勢力を拡大していきます。しかし彼らの目的は単なる貿易ではありません。彼らはキリスト教の宣教師を送り込み、中国を植民地化しようとしていたんです。この状況を見た秀吉は、次に狙われるのは日本だと考えました。だからこそ彼はバテレン追放令を発令し、日本国内のキリスト教勢力を抑えようとしたんです。しかしここで疑問が生まれます。なぜ秀吉はキリスト教を禁止しただけでなく、わざわざ朝鮮出兵までしたのか。そう、実は秀吉の朝鮮出兵にはスペインやポルトガルの脅威を防ぐという側面もあったんです。秀吉の朝鮮出兵の真相に迫ります。秀吉の朝鮮出兵の真相。朝鮮出兵イコール無謀な戦争を。歴史の教科書では秀吉は無謀にも朝鮮に攻め込み、大敗して撤退したと書かれています。確かに結果だけ見れば日本軍は朝鮮半島から撤退することになりました。しかし本当に秀吉は何の考えもなく朝鮮に出兵したのでしょうか。実は朝鮮出兵には秀吉なりの戦略的な狙いがあったんです。その狙いとは、中国民の征服を狙ったのか、スペインやポルトガルの侵略を防ぐためだったのか、それとも国内の武士たちの不満を抑えるためだったのか。早速これらの説を詳しく見ていきましょう。説1、秀吉の民征服計画。まず多くの人が知っているのが秀吉の民征服説。つまり朝鮮を占領し、そのまま民まで攻め込んで支配しようとしたという説ですね。実際秀吉は家臣たちにこう命じています。まず朝鮮を平定せよ。その後中国へ進軍し、ついにはインドまで支配する。インドまで？そうなんです。秀吉はただ朝鮮を占領するだけではなく、アジア全域を支配しようとしていたと言われています。しかしこの説には問題があります。当時の日本には中国を征服できるほどの軍事力があったのかということです。確かに日本の武士たちは強かった。しかし明は当時世界最大級の国でした。そんな巨大な国を征服するなんて本当に可能だったのでしょうか。説2、スペインポルトガルの侵略を防ぐため。次に考えられるのがスペインポルトガルの侵略を防ぐためだったという説です。どういうことかというと、当時の日本はすでにスペインやポルトガルの植民地になりかけていたんです。もし彼らが本気で日本を攻めてきたら、日本は植民地にされていたかもしれない。そこで秀吉はこう考えました。
もしスペインやポルトガルが攻めてくるなら戦場を朝鮮半島にするべきだ。つまり敵が攻めてくる前に日本から攻め込んでしまおうという戦略ですね。この説が本当なら秀吉の朝鮮出兵は単なる無謀な侵略戦争ではなく日本を守るための先制攻撃だった可能性があるんです。説3、国内の武士たちの不満を抑えるため。もう一つの説が国内の武士たちの不満を抑えるためだったという説。どういうことかというと、秀吉の時代には全国の戦国大名が統一され戦が減っていました。つまり武士たちの働く場所がなくなっていたんです。戦国時代の武士たちは戦うことが仕事でした。でも戦国時代が終わると戦う相手がいなくなる。すると彼らの不満が爆発してしまう。秀吉はこう考えました。それなら戦の場を海外に作ればいい。つまり国内の武士たちの不満を抑えるために朝鮮に出兵したという説ですね。これは後の江戸幕府の参勤交代と似た考え方です。武士たちを遠くへ派遣することで国内の不満を抑えるという戦略だったのかもしれません。朝鮮出兵の結果では実際の朝鮮出兵はどうなったのか。1592年文禄の役、日本軍が朝鮮半島に上陸し圧倒的な強さで侵攻。しかし明が朝鮮を援軍し戦局は膠着状態に。1597年慶長の役、秀吉が再び朝鮮へ攻め込む。しかし秀吉が病死し日本軍は撤退。つまり最終的には日本軍は朝鮮半島から撤退せざるを得なかったんです。しかしこの戦いが日本とスペインの最終決戦を防いだ可能性があるんです。どういうことか。それを解説する前にまずはなぜ日本がスペインの植民地にならなかったのかを見ていきましょう。日本がスペインの植民地にならなかった本当の理由。さてここで疑問です。なぜ日本はフィリピンや南米のようにスペインの植民地にならなかったのか。実は日本が植民地化を防げたのにはいくつかの理由があるんです。理由1、戦国武将たちの強さ。まず第一に日本には強すぎる戦国武将たちがいました。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。彼らはヨーロッパの侵略者たちに対抗できるだけの軍事力を持っていたんです。もし当時日本がバラバラの状態だったらスペインに簡単に征服されていたかもしれません。理由2、スペインが日本を恐れていた。実はスペイン側も日本を簡単には攻められないと考えていました。なぜなら日本の武士たちは戦闘民族だったから。実際当時のスペインの記録にはこんな言葉が残っています。日本人は戦において非常に優れており、下手に戦えばスペイン軍が壊滅する可能性がある。つまりスペインは日本を植民地にするのは難しいと考えていたんですね。理由3、日本人の宗教観と独立意識。ヨーロッパが他の国を侵略するとき最初に行ったのはキリスト教の布教でした。フィリピンや南米などはキリスト教を受け入れたことでスペインの支配を受け入れる流れになってしまいました。しかし日本は違った。もちろん日本でもキリスト教は一時的に広まりました。フランシスコ・ザビエルの布教活動により多くの日本人がキリスト教に改宗しました。特に九州の大名たちはポルトガルやスペインとの貿易のメリットを考え積極的にキリスト教を受け入れたんです。ところが秀吉はこれを日本を侵略するための布石だと見抜きました。実際に当時のスペインの宣教師たちはこんなことを言っています。まずは宣教師を送り込みキリスト教徒を増やす。その後スペイン軍を送り込み武力で制圧する。これを知った秀吉はすぐにバテレン追放令を発令しキリスト教を厳しく取り締まることにしました。そして徳川幕府の鎖国政策へとつながっていくわけです。つまり日本が植民地化を免れた理由の一つはキリスト教の完全な浸透を防いだからなのですね。理由4、経済的な自立。スペインやポルトガルが他の国を植民地化するときもう一つの手段がありました。それは
貿易を独占し経済的に支配することです。例えばフィリピンではスペインが貿易を完全に独占し現地の経済をコントロールしてしまいました。その結果フィリピンはスペインの支配下に置かれ植民地になったんです。しかし日本は違いました。日本は南蛮貿易を利用していましたが決して一つの国に依存することはありませんでした。オランダ、中国、朝鮮、そして一時的にはポルトガルとも貿易をしていましたがスペイン、ポルトガルに全面的に依存することはなかったんです。この貿易のバランス感覚が日本を植民地化から守った大きな要因の一つでした。理由5、徳川幕府の鎖国政策。さて、最終的に日本がスペインやポルトガルの侵略を防いだ最大の要因は鎖国政策です。1603年、徳川家康が江戸幕府を開いた後、日本は徐々に外国との関係を制限し始めました。そして1639年にはついにポルトガル人の来航を禁止し完全な鎖国体制に入りました。この結果スペインやポルトガルの影響力が完全に排除される。キリスト教が広まらず侵略の口実がなくなる。外国からの軍事的な干渉を受けにくくなる。つまり日本は自らの意思でスペインやポルトガルの植民地支配を防いだんです。これが世界的にも非常に珍しいケースなんです。他のアジアの国々はヨーロッパの影響を受けて植民地化されていったのに日本だけが独立を保ち続けました。まとめ、なぜ日本は植民地にならなかったのか。ここまでのポイントをまとめると、戦国武将たちの強さ、簡単に侵略できる国ではなかった。スペインが日本を恐れていた。侍の戦闘力がやばすぎた。日本人の宗教観と独立意識、キリスト教を警戒しスペインの策略を阻止。経済的な自立、貿易を独占されなかった。徳川幕府の鎖国政策、スペインやポルトガルを完全シャットアウト。こうして日本はアジアの中で唯一植民地化を免れたんですね。まとめいかがでしたか。こうして見ると日本は常に独立を守るために戦い続けた国だったことがわかります。その結果日本は今もなお独立国家として存在しているんですね。というわけで今回の話をまとめると、大航海時代スペインとポルトガルは日本を植民地化しようとしていた。その手口は布教、貿易、軍事支配という流れ。秀吉はこれを見抜きバテレン追放令を出した。長崎はすでにキリスト教の支配下になっていた。秀吉の朝鮮出兵はヨーロッパ勢力を牽制する意味もあった。日本が植民地にならなかったのは武士社会と秀吉の政策のおかげ。いや、深掘れば深掘るほど歴史って面白いですね。教科書ではさらっとしか触れられないけど、こうして掘り下げると全然違う見え方になりますね。というわけで今回も最後まで見てくれてありがとうございました。今回の動画が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次回もお楽しみに。